かねてからの不満とまでは言えないかもしれないけど、倦怠感が明るみになってくる、噴出する、それが近々起こることだよというメッセージが来るね。あなたががむしゃらになって気づいたもの、得たもの、テンオブカップで出てるこの5の山ね。幸せなんでしょう。到達した。無我夢中で頑張って到達したんだけど、やっぱかねてからの不満っていうか、本当にこれで良かったのかなっていう、そもそも本当にこれで良かったのかなっていう疑問かもしれないね。で、この5の山のタイでは6 of Wands、凱旋とか勝利なんだけど、一歩踏み出せばおそらく、良い形に持っていけると思うんだよね。ただこのタイの山の5なんだけど、なんとなくこう夢をまだ見てる段階なのかなっていう気はする。いけるのかな、いけないのかなって。無我夢中で生きてね、やっと手にした幸せだから、捨てがたいっていうのはあるんだろうね、やっぱりね。もう完成しちゃってるから、幸せは幸せかもしれないし、自分が望んだ形なのかもしれないけど、かといってずっとここにいていいのかなっていうような、分岐点が来てるかもしれないね。で、またちょっとエネルギーを使い果たしてるかもしれない。この戦車からすごくね、力が来るんだけど、だからこっからもう一回情熱を燃やして、この6 of Wandsで、手柄を立てるっていうところまで持っていくっていうのが、見えるね。まだ今想像してるだけかもしれない。この6 of Wands の前が5で、仮想の闘争、空騒ぎ的な、ひょっとすれば起こさなくていいような、あなたにとってはちょっと迷うんじゃないかな。本当に、ここにいちゃいけないんだけど、かといって出ていくことに少し億劫さを感じるんじゃないかな。もう一回この戦車のようにね、ガツガツ進むだけの力が、ちょっと今はないかなっていうメッセージが来る。で、このタイの山のページのワンズなんだけど、ワンズが結構ポンポンポンってきてるんだけどさ、あなたの中のやっぱり新たな情熱の芽生えっていうのが、この今ある形、テンオブカプス、あなたが気づいた形っていうのを、少し離れて、距離を取って見てるっていうふうに見える。あるいはあなたのお子さんかもしれないよね。このトップにキングオブワンズが来てるんだけど、ネガティブな取り方すればやっぱりあなたに非常に執着してあなたを束縛するよと3 of Wandsで、三つどもえの関係性みたいな感じかな。何か3つの事柄、情熱を注がなきゃいけない、もしくはとてもあなたにとってね、強いエネジー、波動を持ってるね、存在の中にあなたはいると。あるいは、もう徐々にことを運んでるかもしれないよね。今の状況から抜け出さなきゃいけないっていうことで、少し、
進み始めた展開っていうのを眺めてるようにも見える。だからお子さんということで言えば、このキングオブワンズが旦那さんかもしれないよね。そこであなたが画策してるよという、得た過程からの、まあ今後の展開みたいな、そのようにも見えるよね。大きなね、トライアングルの体には3オブペンタクルスが来てる。だから今後、近々起こることは、今までしたためていた、これでいいのかなっていうような、現状打破の思いっていうのが表に出てくる。それを具現化するとき。で、実際にそれを行動に移すと、このタイには3オブペンタクルスが来てる。だから、金銭面に関しては、ちょっと苦労するかもしれないよね。あるいは、今その経済的に協力している人たち、旦那さんかもしれないよね。一緒に仕事やってたりすると。経済的な連携は取っていかなきゃいけないよと。お隣に2オブペンタクルス来てるけど、ピエロさん演じなきゃいけないけど、通信をし続けなきゃいけないと。うまく一輪車に乗ってね、バランス取りながら。そういう生活がちょっと続く。ただ決して悪くはないよね。結構堅実に進んでいく。そういう波動を持ってるカードだよね。どうだろうね。この3オブワンズをあなたとして考えると、結構気持ちの面ではもう随分遠くに船は沖の方にね、出ちゃってるのかもしれないよね。それをあなたは陸地で、眺めてる。自分の気持ちはもうここにないのに、なんかちょっと足止め食ってるような寂しい、感じもするよね。実際のとこね、こう生活の中でさ、自分が築いた10オブカップまでいった自分の世界っていうのを壊すってなかなかやっぱできないんだよね。もったいないっていう気持ちが。こんなにね、戦車で出てるんだけど、苦労してね、がむしゃらになって気づいたもの。ご破産にしてまた進むってなかなかできないんだけど。だけども、6オブワンズが来てるから、結構単価切ってあなたが一歩踏み出しちゃうかもしれない。ないね。ただやっぱちょっと気になるのが隣の4オブカップで、さらにこの6オブカップの前が5なんでね、どっかにやらなくてもいい戦いだったんじゃないかなみたいな、そんな後ろ髪を引かれる、後ろ髪を引かれる意識っていうのはあるかもしれない。そういう寂しさがなんか3オブワンズから来るのかな。まずこっちのガルーダ、インドの神様だね。英知の光みたいなものがパーッとなんか、輝いてるっていう。あなたの取った決断、もしくは今考えてることっていうのは間違いないよと。このあなたがもともと持ってたチャリオット、戦車の意識、ガツガツ進んでいく意識っていうのをまだまだ持続するよと。そんなメッセージが降りてくるね。4オブカップスにしてもさ、3オブワンズにしてもなんとなくまだね、うつろげっていうか、うつろな感じがするんだけど、
今その自分の中にこうムク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 湧き上がってきて、もう抑えられなくなってる気持ち、まあネガティブな言い方すれば謀反となるかもしれないね。このキングのワンドに対する。だからこのキングのワンドを大きな壁として捉えてもいいかもしれないね。あなたが打ち破らなきゃいけない大きな障壁と。だからもう一回戦車になってみなさいって。もう一頑張りできるよっていうメッセージが来る。うん。まあ天のカップにもね、かかってるわけだけれども、何かあなたが得たこの世界観で自分は満足することができるんだと。自分はその領域に到達した時点で、この今生の課題っていうのを全て完了するんだっていうのは間違いだよっていうメッセージが来るよ。あなたが今感じているその倦怠感みたいなもの、それは起こるべくして起こってきてるもんだよって。その流れに従っていいんだよって。ちょっとだから無益な戦い、ひょっとすればこんなことやらない方が人生得なんじゃないかなんてね、思うかもしれないけど、戦ってみなさいと。全ての勝利ではないけど、一過性の勝利っていうもの、通過点だけれども一つの勝利っていうのは挙げられるよって。そんな感じで降りてくるね。これはそしてクイーンメイブだから女王様で、勝ち気な女王様だよね。確かお酒のイメージがね与えられてたと思うんだけど、だからちょっとお酒注意かもしれないね。もしくはまあ水商売なんかで勝ち上がるとか、なんかちょっと勝ち気なイメージが来るね。まあワンドがね集中してるから、それとはちょっと反する感じがするけれどもね、何かこう水の力っていうのを感じるから、だからあんまりなんていうかな、あんまり強く出過ぎない方がいいのかもしれないよね。この3オブペンタクルス、まあこれは協力しなさい、その自分の役回りっていうもの、分相応にねわきまえて、やるべきことはきちっと、自分の身の丈に合ったものをやっていくことで、またこれはちょっと精神的にはきついかもしれないけれども、ピエロさんを演じなきゃいけない。自分が、本当は不本意なね役回りっていうのも演じながら、まあコンタクト取り続けるっていうのが出て、だからページのワンドをねお子さんって考えたら、まああなたの気持ちかもしれないよね。まああるいはね、あなたの中の原始的な情熱の芽生え、全く新しい熱が、インスピレーションがね起こってきたっていうことに対するあなたの意思表示かもしれない。ちょっとだけどね、あんまりハッスルしすぎない方がいいかもしれないね。今の状況とちょっと相反する力を感じるから。こっちのねガルーダ様のね知恵のねエネジーを使うといいと思う。状況を見抜いて攻略していくのがいいんじゃないか。キングのワンズ、あなたにとってのこの壁の存在が結構強いはずだよ。今まだあなた3だからね。メッセージとしては自分の心がちょっと離れていってしまうから。
まあバランス的にもね、やっぱりあなたのハイヤーセルフからのメッセージ、守護霊様から降りてくるのも、やっぱり今感じてるご自身の思いっていうもの、推し進めなさいだよね。後ろ髪を引かれるような、引かれているままの状態っていうのにとても不安を感じるかもしれないし、その状況っていうのがいたたまれないかもしれないね。それこそテンオブカップのような行き着いて完了している世界観みたいなものにある程度の期間こう身を置いてさ、そういう感覚に慣れちゃうと、その不安定な状態っていうの、まあ不安だよね。不安にちょっと耐性がなくなってるかもしれない。だからその焦りがあなたをね、こうせっついてさ、生き急がせすぎると良くないよと。そんなメッセージが来るね。今もしね、不安だったらその不安っていうのはあなたにとっては悪だけれども、まあいわば必要悪なんじゃないかな。自分の中で折り合いをつけて、その負のエネジーっていうものをしっかりと捉えてコントロールすること。その負のエネルギー自体を消滅させるんじゃなくて、しっかりこう共存してコントロールしていくことが重要だよっていうメッセージが来るね。だから焦ってそれをもう自分の中からかき消しちゃおうなんてすると、多分ちょっと傲慢になっちゃうかもしれない。状況を全く読まない、空気を読まない形で、立ち回っちゃう可能性があるから気をつけなさいっていう、そんなメッセージ来るね。これちなみにね、守護霊様って言うけどさ、守護霊様ってなんか他人行儀な感じがするけれども、まあ工事のあなただからね。宇宙レベル、宇宙のルールに従事しているあなたからのメッセージだから。本来あなたは知っているはずの、まあメッセージなんだよね。不死鳥の娘、鳥のなんかねイメージが強いね。翼、そうだな。断捨離のメッセージ来るな。まああなたがねやっぱり出発の必要性を感じてるっていうことは、あなたの意識がね上昇してるんだよね。今までの領域から次の領域へ上がろうとしてると。今までは良しとしていたもの、あなたとダイヤルがね合ってたことも合わなくなってくる。それらを断捨離することに後ろ髪を引かれてる。だけれども捨てなさいと不死鳥の娘さんは言ってるね。まあ不死鳥なんで、まあ炎に長けてる。まあちょうどワンドとリンクしてくるけれども、このガルダ様もそうだよね。光。このなんかクイーンメイブだけがちょっと、異質の感じがするんだけど、まあ焼き滅ぼしなさいって言い方はおかしいけど、燃やしちゃいなさいって、燃焼させなさいって、ちゃんとこう浄化しなさいだね。感謝の気持ちを持ってっていうことかもしれない。
だから今まで自分を支えてくれたこととかさ、助けてくれたことって手放すのってやっぱり罪悪感伴うじゃない。だけど人生の中でやっぱりそういう局面って2回3回ぐらいあるんじゃない。少ない人でも1回とかぐらいはあるはずだと思うんだよ。今まで友達だった人とさ、友達でいられなくなっちゃうな、その自分の気持ち的には全然その友達でいいんだけど、ただその立ち位置が変わることによってやっぱり仲良し恋しじゃいられないって、そういう時って往々にして後ろ指刺されちゃうような、実際に刺されるかどうかはともかくとしてね、そういう不安があるでしょ。なんかその手の不安にその後ろ髪を引かれてるかもしれないね。だけどもそれはもうあなたにとって不要なものですよと。もうあなたは次のレベルに行くんですよと。だからそういうものを整理しなさいよって。だ不死鳥なんでちょっと激しいよね。だけどね、炎で燃やしちゃいなさい、浄化しちゃいなさいと。であなたもバンドだからちょうど、そうだね。地の炎、そして天の炎にも長けてる不死鳥。あなた自身かもしれないね、娘っていうぐらいだから。なんとなくこのキングオブワンズがね、炎、情熱の力、その王様だからね。そういう読み方であなたのお父さんっていうね、その立ち位置。もしくは職場で言えばね、会社の上長とかね、長社長さんとかなんかとても大きな存在。だけど不死鳥の娘で、娘だから立ち位置的には低いけれども、ただやっぱりね、その天にも昇る炎、その燃やす力みたいなものをすごく感じるから、なんかここら辺がなんかつながってくる気がするかな。まだまだあなたの立ち位置からはちょっとね、大きな存在かもしれないけど、だからね、これだけなんかカッカカッカさ燃えてる状況だとさ、このようにスリー・オブ・ペンタクルスで自分の与えられたパートね、ちっちゃい枠に収まって仕事することはとても辛いことかもしれないけど、やっぱりね、そうした方がいいよっていうメッセージが来るから、だからそこら辺の意識のコントロールは気をつけた方がいいかもしれないね。今まだ派手にそのまま当たると、このキングのワンズはね、そびえてるから、とにかくあんまり傲慢にならない方がいいっていうメッセージが来る。なんかもう近々ね、あなたの中に内在している炎っていうのがね、表面化してくる。あなたの次元が上昇し、今までダイヤルが合っていたもの、それらが合わなくなってくる。そこら辺の不具合から、あなたの意識っていうのも、ちょっとメンタルっていうのもちょっと乱れてくるよと。だからその時は、強い心を持ってね、ちゃんと切り捨てていく。断捨離していくこと。だからその時に感謝の念を持つといいんじゃないかな。しっかり浄化して燃やしてあげること。いいですね。
これはだけど直近で起こることといえば、やばいね。嘘がバレるかな。ハーミットドンと来てて、隣に、豪の山のトップのね、トゥオブ・ペンタクルスが、うまくずーっとバランス取り続けてたこと、その嘘がバレるよ。もしくは嘘を暴きなさいだよね。嘘が暴かれる。それがスーッと降りてくるね。この5の位置にあるさ、戦車だけれども、なんとかこうやれてたんじゃない？こう陰陽、黒と白の馬がさ、ちゃんとまっすぐ進めばいいんだよ。だけど互いが互いなんか別方向に進もうとしてるのをなんとかまとめてやってこれてた。そんなメッセージが来るよね。だから内心は結構重厚だったんだけど、表面的には、うまくやり過ごしてたことが、暴かれるってことかな。で、この5の体には6オブワンズが来てるから、その5のワンズから考えると、いわゆるその空騒ぎ的なね、騒動っていうのが、一つ落着する。この体の山の体と、考えてみると、こっちセブンワンズになってんだけど、あなたが、うん、処理すると考えていいかもしれないね。ただそうすることでね、下からせつかれるから、いろいろ力は加わるんじゃないかな。だけどね、結構複雑な恋愛じゃないかなって感じるんだよね。関係性じゃないかなって。だからお相手さんはひょっとすればね、へそくりのような何かあなたに隠し事してるよっていうのが出てるよ、このナイト・オブ・ペンタクルスで。で、ゆくこの5ペンタクルスで、行き詰まるわけだけれども、何かあなたに隠し事してるよって。隠れて借金作ってるとかね。あなたにこうバレないように何かやってる。だからそういうことも発覚しちゃうんじゃないかな。だからそういうこともっていうことは別に発覚することは、このね、気になるのがナイトのソードで、このハーミットによって、その隠蔽されたことがね、明かされることによって、お相手さんが躍起になってあなたにチェイスをかけてくると。そう読むのが一番自然かもしれないけど、ひょっとすればこれはあなたの愛人じゃない。なんかそんなね、メッセージも降りてくるんだよね。猛烈にあなたをね、サポートするよと。うん。で、トップが、そのエンペラーが来てて、どうだろうな、もうとても頑固で、執着する。揺るがない。確固たるした。存在だよね。
今回のその嘘が暴かれるっていうこの一問答も、この一悶着も、このエンペラー、揺るがないエンペラーの下で行われるってあるからね。まあ、職場とかで考えると、職場内の、まあ、同僚同士でのいさかいが何かあって、だけれども、まあ、会社自体は安泰とかね。そう考えると、まあ、読みやすいかもしれないけどね。もしくはこれがあなたの本命とかむちゃくちゃ重厚なんだけど、エンペラー。まあそうだとすれば、このナイトはまあ、嘘を暴かれて、あなたとまあ決裂する方かもしれないね。最初はナイトのペンタクルスで、あなたにもったいつけた態度で、まあ隠し事をしてるけれども、いざその嘘が暴かれると焦って、まああなたにチェイス仕掛けるよ。あなた追跡してくるっていうの出たよ。うん。そうだね。このエンペラーは何かあなたの側の存在、もしくはあなたの揺るがない心と考えれば、まあ、そんな感じに読めるかもしれないな。まあ、もっかね、だけどね、スーッとね、降りてくるメッセージ、ハイヤーセルフ様から、ともかく今のこのピエロな状態、暴きなさいだね。暴くよ。暴かれるよって。いつまでも道化演じてられないよっていう、それが一番ね、降りてくる。近々起こることで。実際に、こういう振る舞いはもうできなくなる。うん。だけど、その過程を経て、この6ワンズ、バンドの6に到達するから、まあ、絶対勝利ではないにしても、まあ、一つの勝利だよね。は上げることができるっていうのは出てるね。いやー、むちゃくちゃ強いカードが出てきたんだけど、イシュタルズ・ライオンゲート888。イシュタル、金星、月、あるいは、その娼婦とか丈夫とかね、そういうシンボルでもあるよね。で、ライオンゲート、まあ宇宙とのつながりだよね。自分のエゴを、まあハイヤーな世界まで昇華する扉だよね、宇宙の。まあ、888はまあエンジェルナンバー。これ確かに2024年8月8日だったっけ？もしくはエンジェルナンバーだよね、888。まあ、ともかく強いカードだよね。まあ、ハーミットと同じじゃない？伝えてくることっていうのは。もう、トゥー・オブ・ペンタクルス。この道化を何とかしろと。その自分の中のエゴみたいなものを恐れるなっていうような、結構強いメッセージが来るよ。それをしっかり、まあ、ちゃんとした形に、ちゃんとした意識まで、こう、立ち上がらせろっていうような強いメッセージが来る。まあ、これがもし、あなたに隠し事をしてるさ、お相手さんにこの、ライオンゲートがさ、かかってきちゃうとね、怖いよね。この方が本当にエンペラーになっちゃうからね。この方のエゴを、もう崇高なレベルまでこう、上げてさ、俺は正しいんだって。そうなっちゃうと本当にお相手さんがこのエンペラーになっちゃうかもしれないよね。だからそのハーミットは言ってるのは早い段階で潰しなさいよって。その嘘を許しちゃいけないよって言ってるのかもしれないね。まあ逆にこのエンペラーがあなたのね、愛人、ダークホースの存在、まあダークホースともう思いっきりもうトップに来ちゃってるんだけど、
存在だったら、まあ、あなたが今感じている思いとかっていうもの、全部、まあ、あからさまにして、あからさまにするってことだよね。うちに溜めておかずに、そんな卑屈なものではないから、ちゃんと、その、権限させなさい。露呈させなさいと。それはあなたが思ってるような卑屈なもんじゃないよ。あなたはピエロじゃないんだよと。だからライオンゲートをくぐってこう宇宙までスーッと立ち上っちゃうともう本当にこのエンペラーに到達するんじゃない。でちなみにこっちもカルディアだからね、王国からのそのメッセージ、降りてくるメッセージだから、私はとてもなんか物質的な力を感じるんだけど、まああなたがシックスワンズでまあ勝利を得たことで、そうすることによってまあ下からの突き上げみたいなものが来ると。このナイトの想像が一つ表してるとは思うんだけど、すごい懸命になってあなたを追っかけてくるよって。だけれどもその時にこの方のレベルに合わせないことだよね。この方のフィールドまで降りちゃうと、まあこの下からの突き上げにあなたはやられちゃうかもしれない。だけれどもあなたより上から来る意識、工事の意識に心を開けば大丈夫だよっていうメッセージが来ますね。まあ何よりこのなんかトライアングルはむちゃむちゃ強いよ。エンペラーライオンゲートでオラクル・オブ・カルディアと。だから今何かこう自分でもこのままじゃ良くないよななんて思っていながらなんかおざなりにしてしまっていること、それを清算することによってとっても強い、世界が待ってんじゃないかな。だからハーミットできるかで、あなたがハーミットすれば、かなりの勝利と安泰を得られるんじゃないかな。これ逆にお相手さんだったら怖いけどね。お相手さんが逆に暴いちゃったら本当に怖いことになるよね。揺るがない力を感じる。だからもう本当なんか頑張れハーミットだよね、もうね。だからね、ピエロのように浮ついてちゃダメ。自分の足元しっかり照らして、もうやっぱなんか地に足をつけなきゃダメだよね。で、ハーミットがあれ地上の最後のカードだもんね。ハーミット以降はその霊界に入ってくからね。クジャ首を見せる。まあ女性性の力っていうのをすごく感じるね。まあ愛の力かな。クンダリーニのエネジーが上昇してね、第5チャクラの喉まで上がってくる。で、その自分の中にこう湧き起こるその思いだよね。まあ愛にまつわる思いっていう、メッセージが来るんだけど、クンダリーニだけにね、性エネルギー、もう根底チャクラから上がってくる。で、それをその喉のチャクラまで持ってきて言葉にしなさいよと。
まあ奏でなさいだよね。何このハープみたいな楽器奏でてるでしょ。自分の中にこう湧き上がってくるその力を言葉にして発しなさいと。そうすることで、その世界が構築される、具現化されるってことじゃないかな。まあ、5のペンタクルなんかが出てて、その物質面、まあ、経済面では、ちょっとこう行き詰まるっていうのが見えるんだよね。もしくはその経済じゃない、そのお金じゃないっていうようなメッセージが強い。だからなんか、まあお金じゃないことだよね。そのことで自分が思ってることっていうもの、自分の中にその体からこう湧き上がってくることっていうのを言葉にすることが、その勝利への鍵だよっていうメッセージかな。まあクジャクビを見せると。まあイシュタルなんかもすごく女性性が強いんだよね、とても。だからひょっとすればやっぱりあなたにもその愛人が、このエンペラーとても強い愛人がいるかもしれないよね。だからそこら辺のところっていうのをなんかもう明確にする時なんじゃないかな。うん。まあ近々起こるのはあなたがその道化を演ずることをやめることかな。うん。もう演じられなくなるんじゃない、ついに。その緊張の糸はプツッと切れる。で次の展開が来ると。その時にその定時のエナジーに同調してしまうとあなたは任されてしまうよと。やっぱり高い志を持って、意識を高く持たないと負けるよと。でさらには自分の根底にあるエネジー、根源的な力に正直であることで、それをちゃんとしっかり口にすることだろうね。言葉にすること。そうすることで自分の理想の世界っていうのは、より近づくよというメッセージが降りてきてます。いいですね。あなたのね、後悔の念が結構強く出てるかなっていう感じはする。4オブカップスと6オブカップスで。まあ、近々起こることっていうことで、純粋にスーッと降りてくるのは、まず大きな状況の変化が一つ。それと同時にその先に、年下の恋人が現れる。かな。ただ、このタワーで崩れ去ってしまう、あなたがそもそも持っていた世界っていうものに結構囚われるよっていうのは出てるね。このフォーブカプスもそうなんだけど、やっぱり長らく迷ってたっていうのが見える。この業の山なんだけど、業の山の業がクイーンオブカプスなんだよね。で、そのイの山の業なんだけど、お隣にナイトのペンタクルスがいるんだけど、
どうなんだろうね。あなたに対して何かちょっと後ろめたいことがあったかもしれないよね。全てをどうやら打ち明けていないよというメッセージが来る。だからクイーン・オブ・カップス、これをあなたとすれば、やっぱりあなた不満だったんじゃないかな。このナイトのペンタクルの上にこのフォー・オブ・カップスが来てるんだけど、やっぱり、このままでいいのかなっていうような、この現状。あなたがちょっと過去対抗的な意識を持ってる方かもしれない。これクイーンのカップからも来るんだけど、ややこうネクロフェリア的な、過去過ぎ去ったものに美意識を感じる。だけどもそれが近々壊れますよと。このページのペンタクルスは、年下の方ないし、年下のような存在。ひょっとすれば、今はあんまり、このスプレッドでね、あんまり感じないけど、子供ということもあるかもしれないね。結構激しく状況が変わるんだけど、それでもあなたは、過去にとらわれるというのは出てる。一新されて、こう未来に意識が向かうんじゃなくて、それでも結構、過去にとらわれるのかな。このクイーンのカップがね、とても、優雅で美しい力を持ってるんだよね。だからここにいる自分自身っていうのを、やっぱりどうしてもこう惹かれちゃうっていうのがあるんじゃないかな。でね、このナイトのペンタクルのお相手さんと、このタワーで決裂すると、タイの山のトップのハンギングマンで、お相手さん吊るし上がるんだよね。で、結構ね、あなたに念を飛ばす。というのも、タイの山のタイに、これは大きいトライアングルのタイでもあるんだけど、テンオブソーズが来てると。もともとあなたの気質自体も、ちょっとなんか、なんていうの、レトロ趣味っていうかさ、解雇主義っていうか、昔のものにやっぱり惹かれる、こう、気質があるよっていうのが出てて、で、さらにそこに、決裂したお相手さんがあなたにサイキックアタックを仕掛けることで、あなたが結構積むんじゃないかな。これはまだ随分先だと思うよ。で、このカードがもう一つ悪いことに、あなたが状況が一変して新たな生活をね、歩もうとするんだけども、で、その時にこの新しいね、存在、新しい息吹を持ってくる存在、がこう現れる。ただあなたから見るとちょっとやぼったい、やっぱり年下があなたより力のない人だと思うんだけど、この方が現れるんだけれども、それはやっぱり一過性の勝利。6 of Wands で一過性の勝利で、行くその精神的にね、やっぱりこの10 of Swords っていうのが結局効いてきちゃうんだよね。だから、この方つながりで言ってもそうだよ。この方があなたと決裂した。そして、改心したと。このハンギングマンが、本当に崇高な意味でね、反省してあなたに良い波動を送っていると考えて。すると、ここではナイトのペンタクルだけど、この方がもう一回初心に戻って、ページのペンタクルであなたにもう一回よろしくお願いしますと。生まれ変わってあなたの前に現れてくる。だけれどもそれがやっぱり一過性のもんであって、このでかいトライアングルでもやっぱここにあなたがやっぱ10オブソーズで打ちのめされるっていうところに行っちゃうんだよね、やっぱり。だからここまで先を、今現時点で考える必要はないかもしれない。
今ハイヤーセルフ様から降りてくるメッセージはやっぱり状況が大きく一変するよ。そしてあなたの前にあなたよりね、目下の人間、あなたより弱い立場の人間っていうのがひょっこり現れるよって。これが近々起こることかな。結構ね、このシックス・オブ・カップスのあなたがやっぱりね、ノスタルジーの力が結構強いのよ。だからやっぱこの波動に同調する人物がやっぱり来るんじゃないかな。まあ両方とも美しいカードなんだけれども、ちょっとちぐはぐな方向を向いてて、過去と未来で、この汚染を浄化しろとかだよね。自分の中の胸の内、胸の内にある汚れ、汚れみたいなものを、浄化しなさいよと。どうかな、肯定的に読めば、お相手さんのことかもしれないよね。このタワーまで行き着く。このクイーン・オブ・カップスのあなたに対して、やっぱり何か憂うとこがあるんだったら、あなたの気持ちをより内巻きにさせるようなね、そういう行動を取る人だったら、やっぱり清算しなさいよっていうメッセージ。もしくは、その過去の側を向いてるので、あなたの何か、この解雇主義的なね、どうしてもやっぱ過ぎ去ったものに美しいと思っても、決して悪いことじゃないんだけど、やっぱバイオフェリアというのはネクロフェリア的なこの流れみたいなものに決して否定はしてないと思う。そんな強くは言わない、言ってこない。だけどちょっと気をつけなさいっていうぐらいの、ニュアンスかな。この下の4オブカップとリンクしてんだよね、なんかね。ちょっと憂いが。やっぱり私気になるわって。なんか過ぎ去ったものに、気持ち奪われちゃうわ、心奪われちゃうわっていうような。そういうノスタルジーに浸ってる自分が好きなのかもしれないね。ノスタルジーっていうのは確かなエネジーだよ。確かな力を持ってる。私たち人間に確かな影響力を与える。先導力を持ってる。ただ浸かりすぎると、やっぱり胸焼けしちゃうよね。何事も過ぎたら及ばざるがごとしで。だからなんとなく、そういう、なんかちょっと苦言を呈してるっていうか、気をつけなさいぐらいの、メッセージが来るかな。で、このシェキーナだけれども、神の啓示なんだよね。神の啓示が、形として現れる。光とか、サウンドとかね。香りかもしれないよね。活字として、あなたの眉間、サードアイに浮かぶかもしれない。それをだからキャッチしなさいというメッセージが来る。このハンギングマンにかかってるんだけれども、この方がやっぱり定時の念をあなたに飛ばしてるのであらば、その波動に惑わされてはいけませんよと。あなたのハイヤーセルフ様、ね、工事の存在、宇宙とつながっているね。あなた自身からの言葉に
言葉をちゃんと聞きなさいよっていうメッセージかな。あるいはね、定住とかっていう意味もあるんじゃないかな。地上とかさ、この地球に具現化するっていうような、地上に地に足がつくとか、そういう意味で考えると、なんかザ・ハンギングマンが吊るし上がってしまってるハンギングマンを何か呪縛でね、この状態に固定するような、いい意味でも捉えられるよね。そういう意味で考えても、やはりあなたを行く10オブソーズで徹底的に叩きのめしてしまうね、その意識、飛ばされてる念にちょっと気をつけなさい、ガードしなさいっていう、ことに見えるかな。とてもね、やっぱなんか嫌なカードだけど、ただ確定ではないから、あくまで今近々起こることだからね。ただこういう動線があるよっていうことで、だから結局行くも地獄、戻るのも地獄みたいな感じ。この方に戻ったとしてもやっぱこうなっちゃうし、新しい人が現れるんだけど、やっぱりそう行き着くところであなたがやっぱ傷ついちゃうってなると、ひょっとすればあなたの心持ちに認めたくないかもしれないよ。認めたくないかもしれないけど、あなたの心持ちに原因があるかもしれないね。どうしてもなんか過去にとらわれちゃう。ノスタルジーの力みたいなものに頼っちゃう。そういうやっぱ波動をあなたが発してると、やっぱり同じ波動の人が集まってくるからね、やっぱり。あなたがしっかりシェキーナ様のようにさ、なんていうの、バイオフェリア的な、ちゃんと未来を向いてね、生きるという意識が向いてれば生きるということにね、多分違った結果が来るかもしれないね。だから悪いわけじゃないんだよ。なんかちょっとその過去にとらわれるっていうと悪く聞こえる。過去に見せられるっていうと時にはいいんじゃないってあるでしょ。ただやっぱり度合いの問題かもしれないね。結構激しいその変化が来るけど、やっぱりちょっととらわれるっていうのがね出てるから、そこがミソかな。アマリリス・リュート様、これはね、ちょうどこのタワーとなんかシックス・オブ・ワンズとなんかね感ずるもんがあるんだけど、このタワーで破談して一過性の勝利を挙げると、だけどあなたの成長スピードがもっと速い。だからもう一回さらに同じプロセスを繰り返すことになるよっていうメッセージが来るね。だからこのシックス・オブ・カップス、この自分がいとどまりたいと思っているこの過去の力が強いこの領域にはいられないよっていう、もうすぐ次行くんだよって。だからよく言えばあなたの成長スピードが、意識の成長スピードがね、あなたが思ってる以上に速い。だから新しい出会いがあったとしても、この方とも結構早い段階、早くここに行ってしまって、さらにその次行くんだよって。アマリリス様はそう言ってるよ。
まあそこまで早急に考えなかったとしたら、例えば今回タワーでの大きなね、負のイベントがあったとドカーンとくる。で、それでちょっと安泰って言ってるけれど、もう一回その凱旋勝利を上げなきゃいけないよと。まあここら辺ぐらいね、コンパクトに考えてもいいかもしれないね。ここまで考えちゃうと結構辛いかもしれないから。まあ戦術師あるあるだけど、あんまり先読みしすぎると動けなくなっちゃうからね。何にもできなくなっちゃうから。まあやってみなければ分かんないみたいな部分もあるからね。うん。だからなんか今のポジションにちょっと居座っていたいあなたをせかすような、波動を持ってるかな、このアマリリスさん。そういう力を感じますね。そうだな。まず一回ね、このね、テンオブソーズのことはちょっと忘れて、これを考えると多分動けなくなっちゃうだろうから、うん。まあ近々起こること、今ある状態っていうのが、まあ大きく壊れる。で、そしてあなたに新風を巻き込む存在っていうのが現れる。うん。いかがでしょうか。